皆様、おはようございます。社長の田村でございます。株主の皆様におかれましては、ご対応のところ、本日ご来場、またインターネットを通じてのご視聴、誠にありがとうございます。また、日頃より格別のご支援、ご愛顧を賜り、心よりお礼申し上げます。それでは、ただいまから株式会社商船三井2025年度定時株主総会を開会いたします。ご発言は、報告事項の報告及び決議事項の議案の上程が終わりましてから、質疑応答の中でお受けいたしたいと存じます。質疑応答が終わりました後、決議事項につき、採決に入らせていただきたいと存じます。なお、本総会にご出席の株主数及び議決件数は、本総会におけるすべての議案の決議に必要な定則数を満たしております。それでは、審議に先立ちまして、監査役会から2025年度の監査結果につきご報告いたします。日野岡監査役、お願いいたします。常勤監査役の日野岡です。監査役会を代表してご報告いたします。2025年度の取締役の職務執行について、監査役全員の一致した意見として、監査報告書を作成いたしました。詳細は交付書面の61、62ページに記載のとおりです。まず、事業報告及びその付属明細書は、法令や定款に従って会社の状況を正確に示していると認めます。次に、取締役の職務執行については、不正行為または法令定款に違反する重大な事実は認められません。また、内部統制システムについては、取締役会の決議内容が相当であり、取締役の職務執行や財務報告に関連する内部統制に指摘すべき事項は認められません。連結計算書類及び当社単体を示す計算書類とその付属明細書については、会計監査人である有限責任あずさ監査法人から交付書面の57ページから60ページに記載のとおり、適正との監査報告を受けています。監査役会もその方法と結果を適切と認めました。最後に、本日の株主総会に提出する議案と書類は、法令・定款に適合しており、指摘すべき事項は認められません。以上、ご報告いたします。続きまして、事業報告に移ります。事業報告は、交付書面の21ページから52ページに記載及び当社ウェブサイトに掲載のとおりでございます。2025年度の実績につきまして、会長の橋本よりご報告をいたします。橋本でございます。3月末まで私が社長を務めておりました関係で、2025年度の業績については私から報告申し上げます。2025年度は売上高1兆8250億円、経常損益1758億円、税引き前利益2390億円、親会社株主に帰属する当期純利益は2132億円となりました。懸念された米国の関税影響も想定したよりは限定的であり、ほぼ予定通りの成果を収めることができたと考えております。詳細につきましては、お手元並びにウェブサイトに掲載している事業報告書等をご覧ください。続きまして、グループ経営計画、グ
ブルーアクション2035のフェーズ1の振り返りについてご説明いたします。当社はコロナウイルスの影響が沈静化した2023年4月に2035年までの長期経営計画ブルーアクション2035をスタートさせ、2023年度から2025年度までの3年間をそのフェーズ1と位置づけ、経営改革を進めてまいりました。海運業には市況影響を受けやすく、業績の変動幅が大きいという特性があります。過去においては非常に良い時もあればかなり悪い時もあるということを繰り返してまいりました。それ自体は必ずしも悪いこととは言えませんが、市況が悪くとも一定水準以上の利益を安定的に創出し、市況が良いときはさらに高いリターンを得ることが、会社の持続的な成長を促し、株主の皆様にも安心して投資いただき、また従業員の生活も安定させるために必要であると考え、この3年間は成長と安定を両立する経営へと大きく変革を進めてまいりました。主要目標であるコア KPI は、財務面並びに環境や人材戦略などの非財務面の両面で達成し、3年間平均で税引き前利益年間平均3290億円、ROE も 12% 台と目標を上回る水準で推移させることができました。フェーズ1では特に事業ポートフォリオの変革に注力し、当社グループの事業を市況影響の受けやすさに基づいた分類により、コンテナ船事業のように市況影響を受けて業績が大きく変動する市況享受型と、LNG 船事業のように長期の契約に基づいて利益を生む安定収益型と定め、そのバランスを見直しています。当初計画では3年間で1兆2000億円の投資計画を立てておりましたが、機会を積極的に捉え、安定収益型事業への投資1兆6000億円を含む2兆円の投資を3年間で実行いたしました。その結果、こちらにありますとおり、当初計画に掲げたアセット比率、市況享受型 40%、安定収益型事業 60% の目標に対し、足元では37対63までバランス改善を進めるとともに、総アセット量は当初計画を1兆円上回る6兆円を超える規模となり、変革と拡大を同時に進めることができました。おかげさまをもちまして、このフェーズ1では、当社グループが海運中心の事業構造から、より安定的に収益を創出できるグローバルな社会インフラ企業へと進化するための礎を築くことができたと自負しております。過去5年間の経営を振り返れば、コロナ、ウクライナ戦争、アメリカの関税問題、中東での紛争など、さまざまな困難に遭遇してまいりました。その間、変わらず当社をお支えいただきました株主の皆様に改めてお礼を申し上げます。どうもありがとうございました。続きまして、対処すべき課題についてご説明いたします。本年3月にですね、2026年度から始まるグループ経営計画、ブルーアクション2035のフェーズ2を発表し、2030年度までの5年間の商船三井グループの進むべき方向性をお示しいたしました。まずは概要をまとめました動画をご覧ください。ブルーアクション2035フェーズ2始動。当社は2023年4月に13年間のグループ経営計画ブルーアクション2035をスタートさせ、海を起点とした社会インフラ企業としてフィールドを広げてきました。最初の3年間であるフェーズ1では、
成長投資による収益機会の創出、海外組織の強化、脱炭素化に向けた実績、そして M&A を通じて加わった多様な人材など、将来の成長に向けた投資と体制づくりを進めてきました。商船三井は今大きく変わっています。市況に左右されやすい海運会社から、安定して稼ぐ力を持つグローバルな社会インフラ企業へと変わりつつあります。そしていよいよその変化を具体的な成果として実現していくフェーズ2へ移行します。経営計画ブルーアクション2035を策定した当時、私は経営企画部を担当する執行役員としてそれを担う立場にあり、その後2年間は実際にシンガポールなどアジア地域の担当として地域戦略を推進してまいりました。世界が大きく変化する中でも、私たちが提供する経済価値と社会価値を着実に伸ばし、グループビジョンの実現へと向かう、いわば商船三井グループが持続的に成長するための航海図と位置づけています。私たちはこの航海図に沿って全てのステークホルダーの皆様に新たな価値をお届けし、グローバルに成長する強くしなやかな企業グループを目指します。2026年度、商船三井グループは新体制のもと新たなステージを迎えることになります。ブルーアクション2035フェーズ2では、一貫して経済価値と社会価値を創出し、企業価値を高めていきます。サステナビリティ課題を経営基盤として位置づけ、引き続き事業のポートフォリオ戦略、地域戦略、環境戦略の3つの主要戦略に取り組んでまいります。ポートフォリオ戦略では、市況にどれくらい影響を受けるかによって新たに事業を3つに分類し、市況が良い時に大きく伸びる事業と、悪くても収益の出る事業を組み合わせることで、成長と安定経営の両立を目指します。海運業はコンテナ船事業のように、時々の市況により業績が大きく変動しがちです。液化天然ガス LNG 輸送の長期に及ぶ固定収入や、不動産事業のような安定収益型の事業を強化し、加えて自動車船やケミカル船事業など、市況が良い時にはアップサイドが狙える事業も強化することで、いかなる市況においても力強く成長し続ける企業を目指します。地域戦略では、東南アジア、南アジア、中東、東アフリカを重点エリアと定め、地域と事業を掛け合わせ、インド洋を中心に人口増加と経済成長が続く地域に集中的に投資を行い、物流やエネルギー需要の拡大を取り込みます。環境戦略では、脱炭素化の動きを新たな事業機会と捉え、環境対応をコストではなく競争力に変え、輸送サービスの差別化を図ります。経営計画のフェーズ2は、経営の重心をフェーズ1で掲げた変革と拡大から成果実現へとシフトさせ、これまでの取り組みを成果へつなげるステージであると位置づけています。その重点テーマとして、稼ぐ力を磨き上げる、バランスの取れた資本配分、確かな経営基盤を築く、この3つを掲げています。そして成果実現により株主還元も強化してまいります。稼ぐ力を磨き上げるでは、個々の事業の強みを伸ばし、グループ全体の収益力を強化していきます。商船三井はエネルギー輸送世界第1位という強みを持ちます。 LNG 事業では、日本の海運会社では初めて世界最大級の洋上 LNG 生産プロジェクトへの出資を決定しました。 LNG を作る、運ぶ、供給するまでを一体化し、長期に安定した収益源を広げ、競争力を一層高めます。フェーズ2では、フェーズ1期間に意思決定をした全セグメント合わせて70隻以上の新造船や M&A をはじめとする投資の成果が具現化していきます。
財務 KPI である税前利益目標は当初計画から1000億円引き上げ、2030年度の目標を4200億円としました。またフェーズ1で実行した投資の成果を含め、事業の基礎的なキャッシュ創出力を示す基礎営業キャッシュフローの目標を定めています。安定収益型やハイブリッド型の基礎営業キャッシュフローを着実に積み上げ、さらに市況が良い時にもチャンスを逃さず稼いでいきます。次にバランスの取れた資本配分についてです。キャッシュアロケーションにおいては、財務の安定性確保、将来の成長に向けた投資、そして株主還元の3つのバランスを適切に保ちます。財務健全性を考慮し、資産の入れ替えを促進することで、持続的な成長と資本効率の向上を目指します。フェーズ2における株主還元方針は、安定収益型事業などから創出される利益を原資に、1株当たり205円を起点とする累進配当を導入し、毎年配当額を増やしていきます。さらに利益が伸びた分は、純利益ベースで総還元成功 40% をめどに自社株買いを通じて還元いたします。株主還元の予見性を高め、減配しないことで、皆様に安心して投資いただける企業を目指します。最後に経営基盤の強化ですが、引き続き4つのサステナビリティ課題に加え、ガバナンスの強化を進めます。特にフェーズ2では、多様な人材こそが当社の成長の源泉であるとの認識のもと、事業戦略に連動した人と組織の力の最大化に取り組んでいきます。私たち商船三井グループの使命は、外部環境の大きな変化にも果敢に対応し、人々の暮らしと産業の発展を支え、社会に貢献し続けることであります。私たち商船三井グループへの多大なるご支援を引き続きどうぞよろしくお願いいたします。商船三井グループは、海を起点とした社会インフラ企業としてフィールドを拡張しながら、さらなる成長を目指します。はい、ただいま動画に当社がですね、今後進めていく経営計画についてご覧をいただきましたが、私より少し補足させていただきます。6月17日にですね、米国とイランの間で覚書が締結されました中東情勢に関する件でございますけれども、ホルムズ海峡のですね、実質的な封鎖状態の終了に向けての動きが見られております。しかしながら、紛争前と全く同じようにですね、ホルムズ海峡を航行できるようになるには、今しばらく時間をですね、要するものと想定しております。ペルシャ湾内には、当社関係の船舶が依然として複数滞留しておりまして、船員をはじめ貨物、船舶の安全を最優先として、一日も早く湾外へ移動させるべく取り組みを続けています。当社は安全運航支援センターによる24時間の監視体制を活用し、ペルシャ湾情勢に対応しています。事態の重要性に鑑み、私が直接陣頭指揮を取りまして、日本政府関係各国の取引先、それから当社の米国ワシントンや中東ドバイのですね、オフィスのネットワークをフルに活用して情報を収集し、機動的に判断を行ってきております。グループ経営計画ブルーアクション2035のフェーズ2におきましてはですね、提供するべき社会価値というものを定義して、その一つに事業を通じた暮らしと産業を支えるインフラの提供というものを掲げております。そうした中、ホルムズ海峡は海上貿易において
極めて重要な交通の要衝であり、一日も早くですね、航行の自由が担保されてですね、従来通りに安全に航行できることを願ってやみません。引き続き船員の安全を最優先に対応しつつ、関係国、関係機関と調整しながら、安定した物流の維持を通じて、世界経済および人々の日常生活への貢献に努めてまいります。続きまして、株主還元方針についても補足をさせていただきます。詳細は動画でご説明の通りですが、私からその考え方をですね、申し上げたいと思います。海運業のように市況の変動により業績が大きく上下する業種では、これまで配当についても必ずしも見通しが立ちやすいとは言えませんでした。安定的に配当額が増えていくという期待感も持っていただきづらかったと認識しております。実際に株主の皆様からもその点についてご意見をいただいておりました。こうした課題を踏まえ、今後は安定収益型事業からのキャッシュフローを基盤に、減配しないことを前提とした継続的に配当を積み上げていく経営へと舵を切っております。前日の中東情勢のように不透明な事業環境にありましても、株主還元に対する方針はぶらさず、株主の皆様には長期にわたり安心して株式を保有していただける会社でありたいと考えております。その上で、市況の上振れにより利益が大幅に伸びた場合はですね、機動的に自己株式取得などを通じてしっかりと還元してまいります。中長期で企業価値の向上と株主還元の双方を実現し、皆様のご期待に応えてまいります。引き続きご支援のほどをよろしくお願い申し上げます。引き続きまして、交付書面2ページから14ページに記載の決議事項の議案の内容をご説明申し上げます。ご質問につきましては、決議事項のご説明の後、報告事項と合わせてお受けしたいと存じます。まず、第1号議案は、剰余金の処分の件になります。当社は、積極的な事業投資による企業価値向上及び配当を通じた株主の皆様への直接的な利益還元を経営上の基本方針としております。経営計画ブルーアクション2035のフェーズ1、これは2023年度から25年度までの3年間でございましたが、この期間においては、連結配当成功 30% を目安として、業績に連動した配当を行う方針とし、かつ1株当たり150円の下限配当を設定しておりました。当期においては、米国の関税影響による業績下振れリスクが後退したことを踏まえ、当初計画より1年前倒しで株主還元予見性の向上策を実施いたします。これにより、業績に連動しない年間固定配当を200円とし、期末配当は1株当たり115円とさせていただきたいと存じます。すでに1株当たり85円の中間配当金をお支払いしておりますことから、当期の年間配当金は200円となります。議案の内容は交付書面2ページに記載しております。続いて第2号議案は、取締役10名選任の件になります。本会議終結を時をもちまして、現任の
取締役10名全員は任期満了となります。つきましては、取締役10名の選任をお願いしたいと存じます。議案の内容は、交付書面3ページから9ページに記載しております。続いて、第3号議案は、監査役2名選任の件になります。現在の監査役、三森悟氏は任期満了となり、監査役、日野岡豊氏が辞任します。つきましては、監査役2名の選任をお願いしたいと存じます。なお、本議案につきましては、監査役会の同意を得ております。議案の内容は、交付書面10ページから11ページに記載をしております。続いて、第4号議案は、補欠監査役1名選任の件になります。法定の監査役の定員数を欠くこととなる場合に備え、会社法第329条第3項に基づき、補欠監査役1名の選任をお願いしたいと存じます。なお、本議案につきましては、監査役会の同意を得ております。議案の内容は、交付書面12ページに記載をしております。これで、決議事項のご説明を終わります。それでは、この後の進行方法についてお諮りいたします。報告事項及びすべての決議事項について、ご出席の株主様からご質問、ご意見、動議を含めた審議に関するご発言をお受けいたします。その終了後は、決議事項について採決のみをさせていただきます。以上のような方法で議事進行させることとしたいと存じます。ご賛成の株主様は拍手をお願いいたします。ありがとうございます。過半数のご賛成を得ましたので、この方法で行うことといたします。会場の株主様からのご質問、ご意見の受付に先立ち、株主様からの事前質問に関してご説明を申し上げます。インターネットの専用ウェブサイトを通して、全国の株主様からご質問、ご意見を頂戴いたしました。いただいたご質問の中から2件ですね、ご紹介及びご回答を申し上げます。まず、株式分割について多くのご質問、ご関心を頂戴しておりますので、回答を申し上げます。株式分割は、個人投資家を含む投資家層の拡大や、株式の流動性向上が期待できますことから、当社としてもですね、重要な選択肢の一つと認識しております。株価が一定水準以上で推移することは、一つの目安となり得ると考えており、株価が安定的に6000円を超えて定着した場合は、株式分割の検討を進めたいと思っております。なお、実施の有無や時期につきましては、このほか、市場環境等を踏まえて、企業価値向上と株主の皆様の利益に資する形となるかを総合的に検討の上、判断をしてまいります。以上、回答を申し上げました。続きまして、中東情勢における当社業績の見通しについても、多くのご質問をいただきましたので、回答を申し上げます。2026年度の業績予想発表を行いました、今年4月末の時点ではですね、7月にイラン情勢がおおむね正常化する前提で計画を策定しておりまして、全社合計でですね、経常利益約240億円のマイナスの影響を見込んでおります。事業別では一部の
原油船など市況改善の恩恵を受ける事業がある一方で、コンテナ船、自動車船、あるいはケミカル船といったですね、主要な航海ごとに運賃をいただくいわゆる賃積み、我々賃積みと呼ぶんですが、賃積み事業を中心に影響が生じる想定としております。4月時点ではですね、燃料費の上昇ですとか、中東向けの輸出入貨物の減少によりましてですね、先ほど申し上げたコンテナ、自動車、あるいはケミカル船といった事業にマイナスの影響が生じておりましたけれども、その後のですね、当社業績への影響は限定的な範囲にとどまっております。ケミカル船はですね、顧客の調達先の変更に伴う輸送需要としてアメリカからの輸出が活況となっております。またコンテナ船はですね、地政学的なリスクを受けまして顧客のですね輸送需要のいわゆるピークシーズンがですね一部前倒しになっているということから運賃がですねそれぞれ4月末時点の想定よりも上昇しております。このように足元ではですね中東情勢及び各種船舶における荷動きの変化により影響がですね変動してきております。これを受けましてですね通期での見通しについては現在精査中でございまして、第一四半期決算発表時にですね改めてお知らせを差し上げる次第でございます。以上回答を申し上げました。その他頂戴しました事前質問およびその回答につきましては後日当社ウェブサイトに掲載を予定しております。そちらもよろしければご覧いただきたいと思います。はい、ご質問ありがとうございます。PBR 株価に関するご質問を頂戴いたしました。PBR がですね、低い状態が続いているんだけれども、目安となる 1.0 倍をどのように目指すつもりなのかと、そこのところの考えについて教えてほしいと、こういうご質問をいただいたということであります。本件につきましてはですね、チーフファイナンシャルオフィサーを務める浜崎副社長より回答を申し上げます。副社長でチーフファイナンシャルオフィサーを務めております浜崎と申します。ご質問ありがとうございます。PBR1.0% を下回っているんですけど、本気で取り組むつもりがあるのかというご質問でございます。ご指摘のとおりですね、当社の株価はPBR1 倍を下回っております。PBR1 倍への回復、そしてそれ以上への向上というのは当社にとって重要な経営課題だと認識しております。PBR と申しますのは収益力と市場からの成長期待という掛け合わせの指標でございます。当社はフェーズ2を通じて次のことについて取り組んで PBR を回復していきたいと考えております。第一に安定的でかつ継続的な収益力の向上であります。やはり海運業と申しますのは業績の変動が大きいことから当社は中期経営計画ブルーアクション2035の実行を通じて市況に左右されにくい収益構造の転換を進めております。フェーズ1の3年間で安定収益事業に重点的に投資をいたしております。フェーズ2ではフェーズ1を通じてですね、作り上げた事業ポートフォリオをアセットの入れ替えを通じて促進してですね、資産効率を上げて収益力を高めてまいります。2点目としましては、新しい還元政策の実行でございます。累進配当の導入によりまして、配当の安定性と予見性を高めてまいります。
また、業績が上振れた場合には、総還元成功 40% を目処といたしまして、機動的に自社株を取得し、一株当たりの価値を高める形という形で、還元を行うと同時に、資本効率も高めていきたいと思います。最後に、開示の充実と市場との対話強化による評価の改善を目指していきます。フェーズ2では、当社事業が生み出す、事業のキャッシュですね、将来キャッシュフローの開示を開始しております。船舶投資と申しますのは、投資事項からですね、建造を行いまして、実際に竣工して収益貢献するまでに、やはり3、4年を要します。そういうこともございまして、今までですね、フェーズ1の投資の成果をお見せすることができませんでしたが、フェーズ2では、当社が事業が生み出す将来のキャッシュフローの安定性と予見性が高まっていることをフェーズ2を通じてお示ししていきたいと思います。当社が中長期的に成長する姿をですね、株主の皆様にお見せすることで PBR1 倍を回復させていきたいと思います。以上、ご回答を申し上げました。はい。当社を含むですね、その海運株はですね、市場での評価はその上下する海運市況、とりわけ、コンテナ船に代表されると言っていいと思うんですがに、連動してですね、上がったり下がったりという評価からですね、なかなか抜けきれないというところに、大きな課題意識がございますけれども、当社としましてはですね、経営計画ブルーアクション2035で掲げます、ポートフォリオの変革、そして、社会インフラ企業への飛躍と、これを通じましてですね、単なる海運株という位置づけから脱皮して、株式市場での評価もですね、根本的に変えていくと。でそれによってですね、中長期的、短期的ではない、中長期的かつ安定的なその、成長軌道に乗せることでですね、株価の評価も、それに沿ったものに変えていくと。それを通じてですね、中長期的にはPBR1.0 倍、さらにはその先といった目標をですね、実現していきたいというふうに考えるものでございます。以上、私からも補足を申し上げました。はい、ご質問ありがとうございます。雷ですね、その落雷が起きた時にですね、船舶にどういう当然影響があるわけなんですけども、その船舶の方でどういう対策を講じるものなのかと、特にそのIT 技術の発達と関連してですね、この問題の影響が大きくなりうるといった点についてご質問をいただいたというふうに受けたまいりました。それではですね、本件はまず技術デジタル本部長として川中常務を技術デジタル本部長を務めております川中常務から回答を申し上げます。技術を担当しております常務の川中でございます。船舶のですね、安全運航に関して落雷によるですね、影響の回避というご質問をいただきましてありがとうございます。ご指摘ごもっともでございまして、船舶はですね、雷が発達する海域を通ることもございます。で、私どもも過去からですね、雷を船舶は受けた時にですね、どのように対処してきたらいいのか、多少ですね、雷が落ちた事例も踏まえてですね、検討を進めてまいりました。これはですね、私どものみならずですね、船舶に電気関係の機器を提供してくださるメーカーさんと一緒にですね、いろいろ経験をやってきました。基本的に対策としてはですね、船内で通信をしていろんな機器を運転を司ってるんですけども、その系統を二重化するとかですね、そういうことをできるだけ積極的に対応しております。避雷針ですね、有効な場面もあるんですけども、船舶の場合はですね、非常に高いところまで避雷針のようなアンテナを伸ばすことが難しいものですから、
避雷針という対策はなかなかですね難しいので、万が一落ちてしまった後にでもですね、バックアップの系統からですね船のさまざまな動きを司るように最大限の努力をしている状況でございます。以上簡単ですけどもご回答申し上げました。はい、ご質問ありがとうございます。当社のですね、グループ会社でございます商船三井クルーズで営んでおります、クルーズ事業ですね、たくさんのお客様にご愛顧いただいております。ありがとうございます。本件に関しましてクルーズの、船でですね働いている、社員、船員の皆さんに関するご質問を頂戴いたしました。本件はですね、グループ執行役員として当社の役員であると同時に商船三井クルーズ社長を務めております向井社長の方から回答を申し上げます。グループ執行役員の向井でございます。クルーズ事業を担当しております。ご質問誠にありがとうございます。当社日本丸をはじめといたしますクルーズ船で培ったおもてなしの精神 DNA こういったものを新しい船である三井オーシャン富士、そして9月にデビューいたします三井オーシャン桜にしっかりと継承していけるように現在お客様に励まされながら、そして叱咤いただきながら努力を続けているところでございます。ご心配いただいた点につきましては、私どもクルー船に乗っている一人一人が私どもの宝でございます。この一人一人がですね多くのお客様の満足、そしてお客様が幸せに感じていただけるようにこういった努力を続けているところでございます。一方クルーその一人一人もご指摘のように幸せである、仕事にやりがいを感じている、こういうことが私どもは大変大事だと思っております。ご指摘の点につきましては私どもの人材がですねもともとこのクルーズにおける人材というのはやや流動性が高いところはございますが、私どもの船に長く乗っていただけるようなクルーを乗ってもらえるようなクルーをたくさん育成して、そして多くのお客様にご愛顧いただいて、私どもの9月にデビューいたします三井オーシャン桜、そして今元気に一隻で頑張っております三井オーシャン富士、この2隻をお客様にこれからも末永くご愛顧いただけるように努力をしてまいります。ご懸念の点承りました。誠にありがとうございます。以上回答申し上げました。はい、三井オーシャン富士に加えましてですね、三井オーシャン桜の9月のサービス就航を控えておりますけれども、株主の皆さんにおかれましてはですね、ぜひ株主優待もご利用いただきまして、2船のですねサービスを楽しんでいただきたいというふうにお待ち申し上げております。はい、ご質問ありがとうございました。株式分割に関するですね当社の方針につきましてご質問を頂戴いたしました。本件につきましてはチーフファイナンシャルオフィサーの浜崎副社長から回答を申し上げます。はい、浜崎です。ご質問ありがとうございます。速やかにですね、株式分割を行うべきだというご意見、ご質問だと理解いたしました。都市単位のですね引き下げはとりわけですね個人投資家様のですね投資のしやすさというところにつながると理解しております。我々ですね今株式がですねだいたい5000円ぐらいを上下しておるわけですが、この50万円というのは非常に我々としても意識しておりまして、それをですねある程度の株式分割を行うことによってですね投資単位を下げようとしております。2022年にですね我々株式分割を行いまして、その時に3分割を行っております。
我々がですね、6000円を安定的に超えたらですね、株式分割を検討させていただきますと言っているのは、その22年に行った3分割が念頭にございまして、6000円を超えたらですね、3分割をして、2000円を超えるような、株式でありたいというふうに考えております。これは決まったものではございませんが、できるだけですね、速やかに6000円を超えるようなですね、株式評価をいただいてですね、株式分割について検討してまいりたいと思います。以上ご回答を申し上げました。はい。本件はですね、その東証からのその要請、これは推奨でございますけれども、私どもとしてもですね、それを真摯に受け止めて、そちらに向かってですね、総合的な見地から積極的に検討しているということをご理解いただければというふうに考えております。以上、補足の回答を申し上げました。はい、ご質問ありがとうございます。当社のですね、海運業における収益構造に関するご質問でございまして、いわゆる運賃がですね、その受け取る方のその為替の比率についてのご質問ということでございます。それでは本件はですね、事業部門を統括するチーフオペレーティングオフィサーを務める梅村副社長より回答を申し上げます。チーフオペレーティングオフィサーの副社長梅村でございます。ご質問ありがとうございます。当社の運賃の通貨の比率というのをご質問とご理解いたしました。我々外交海運、基本的にはドルで運賃をいただいておりまして、当社の場合、約9割がドルの運賃となっております。一方で、我々外交海運でさまざまなコストの方もドルで出費をしております。従いまして、基本的にはドルが円安に進んだ場合、おっしゃられたボロ儲けということはないと思うんですが、円安に動く方が我々としては円建ての利益という意味では上振れする構造になっております。以上ご回答申し上げました。はい。外交海運業界はですね、償還収によって収入の大半が米国ドル建てということになっておりまして、ご指摘の通り、ドルが高いとですね、収入が円建てに換算したときは増える構造になっております。当社の場合は現状ですね、1ドルの上昇につき18億円のですね、円建て収入の増えると、そういう収入といいますか利益が増える構造というふうになっております。以上補足申し上げました。はい、ご質問ありがとうございます。インド洋周辺のですね、地政学的な事情について、それが当社のビジネスの見通しにどういった影響が及ぶものなのかと、こういったご質問を頂戴いたしました。本件は私の方から回答申し上げますけれども、今インド洋はですね、引き続きいろいろなその超大国のですね、勢力をややしのぎが削られるといいますか、勢力圏をどうやって取っていくかみたいな場になっている性格がございますけれども、インド自体はですね、自身のその勢力圏を見定めるためにですね、今その国力を伸ばそうという最中なわけですが、どちらかというとインド自身は中国とはライバル関係にありますので、必ずしもですね、その中国が期待するようなそのインド周辺でのですね、勢力圏の確保ということにはならないという側面があります。で、当社はグローバル企業としてですね、欧米のみならず中国でもインドでも積極的に事業を展開してきておりますので、いわばそのビジネスのですね、中立性の立場からですね、インドも一つの大きな商機というふうに
捉えております。実際のところインドはですね、例えばタンカー事業ですとかはインドの船会社だけでは需要が賄いきれないものですから、外国の会社も比較的積極的に起用してるんですけれども、当社はですね、インドのその国有あるいはインドの会社以外ではですね、かなりそのビジネスを伸ばしてきておりましてですね、そういった側面もあるということでありますし、あるいは自動車輸送においてもですね、インドから輸出される車の輸送においては、かなり高いシェアをですね今獲得してきているということでありますので、こういったですね、インドでの事業を伸ばしていくというところはですね、先ほどの経営計画の中に掲げた通りですね、着々と進めていきたいなというふうに考えているということでございます。以上ご回答申し上げました。はい、ご質問ありがとうございます。中東情勢に関連してですね、もしその船舶がホルムズ湾の海域でですね、被害を受けた場合ですね、その被害額は仮にそういうことがあった場合にどういったレベルなのかというご質問を頂戴いたしました。こちらに関しては私から回答を申し上げますけれども、船舶にはですね基本的にその保険が付保されております。ですのでその船舶自体のですねその価値をベースにその持ち主が保険を付保してございますから、基本的にはその何かがあった時にその船が全損というようなことが起きた時にはですね、保険で処理をされることになりますので、直接のその損害額というものは添付されると。ただもちろんその後にですね次の保険料において当然その影響は及ぶということになります。で船舶は種類によって金額が金額といいますかその一隻あたりのその価値がですねいろいろ違いますので、比較的小型の船であれば数十億円でございますけれども、大型のですね価格の高い船舶であればものによっては一隻200-300億円というものにもなり得るということでございます。以上ご回答申し上げました。はい、ご質問ありがとうございます。商船三井サンフラワーというグループ会社がですね、国内のフェリーですとか貨物船でですね車両が直接乗り降りするようなタイプのですね、運航をやっておりまして、フェリーに関しては旅客も営業しておりますので、多くの皆様に普段からご愛顧いただいております。ありがとうございます。でそのフェリー事業に関しましてですね、今既存3つの路線があるわけなんですが、それ以外にですね路線を開設するような計画はあるんでしょうかと、こういうご質問を頂戴いたしました。本件に関しましてはですね、こちらは今クルーズ社の方の社長でございますけれども、この3月までサンフラワー社を担当してもおりました向井グループ執行役員から回答を申し上げます。向井でございます。ご質問誠にありがとうございます。商船三井グループのサンフラワーのフェリー、日本全国で10隻のフェリーを運航しております。航路は4航路、ご質問にございました大洗から苫小牧、そして大阪別府、大阪志布志、神戸大分と、この4つの航路を10隻のフェリーで結んでおります。過去にサンフラワーの前身である会社が東京苫小牧という航路を運航していた時期もございます。このフェリーという事業はですね、車両を運び、そしてお客様もお乗せするというこのハイブリッドの事業でございます。両方の経済を成立させてですね、しっかりと持続可能にするということで、今のこの形になったものでございます。今後につきましては、東京、特にこの首都圏ですね、たくさんお乗りいただける需要がありそうな場所というのは大変魅力があるところでございます。
一方で、この車両と旅客、お客様のですね、このバランスを考えながら、しっかりと持続できる形を模索していくということが重要になってくると考えております。東京から発着の航路でございますが、ローロー線といいまして、車両のみを運ぶ航路がサンフラワーでは東京から九州に運行しております。こちらはお客様をお乗せする、お乗りいただくことはできないのですが、東京発着という意味ではこういった航路が今走っておりますので、しっかりとその地元地域には根ざした航路の運営ができているということで、今後ですね、未来首都圏からまたフェリーが発着できるようになるにはですね、この両方の貨物と車両ですね、それからお客様と、この両方がしっかりと成り立っているという状態、これをしっかり見極めながら将来検討していくことになろうと考えます。以上、回答申し上げました。はい、サンフラワーのですね、フェリーのサービスも株主優待のですね、ご利用いただける機会がございますので、ぜひ足を運んでいただいてですね、サービスを味わっていただければというふうに思います。はい、ご質問ありがとうございます。ロシア関連事業でございますね。で、とりわけ、サハリンからのですね、LNG の輸送に関する点についてご質問いただいたというふうに受け止めました。それでは本件につきましては、梅村副社長より回答を申し上げます。副社長の梅村です。サハリンプロジェクトの、サハリンからの LNG の輸送に関してのご質問ありがとうございます。我々、当社今、引き続き、液化天然ガス LNG の輸送をロシアの方から行っております。これはご案内のとおり、ロシアは LNG の世界でも有数な輸出国でございまして、世界各国引き続きロシアからの LNG を輸入しているような状況でございます。で、日本も同じでございまして、今、日本、ロシアからの LNG 輸入の 9% をロシアからの輸入に占めております。このような状況を考え、我々としては、世界的なエネルギー不足、ここに対応していくべきエネルギーの安全輸送、これが第一使命だと思って続けております。もちろん各国の制裁のルールあるいは法令かなり厳しく我々も確認チェックしながら事業を行っております。以上回答申し上げました。はい、ご質問ありがとうございました。ホルムズ海峡の情勢に関しましてですね、いわゆるその事実上の封鎖が発生して以降ですね、湾内にとどまっている船をですね、どのようにその、守ってきたのかということに関するご質問を頂戴しました。本件については私の方から回答申しますけれども、まず隻数についてはですね、ずっとこれまで非開示ということで申し上げてきておりまして、それはなぜかと言いますと、湾内のですね非常に不安定な情勢がある中でですね、個別の船についての言及はその個別の船の安全に関わりうるということがございましたので、具体的な隻数については開示をしてきていなかったわけです。他社さんの総会で当社の隻数について推測があったというのは聞いておりますけれども、そういった事情でですね開示してなかったということはご理解をいただければと思います。ただそうした中でですね、当社は何隻かはその比較的早い段階でホルムズ海峡を通過してですね湾の外に出ることができましたと。でこれは報道にもあった通りなんですが、この中橋というのはですね、個別の船の事情によりましてですね、船は誰が持ち主なのか、
それから誰がお客さんなのか、それからどこからどこにどういう荷物を運んでいるのかということで、いろいろ利害が複雑に組み合わさっておりましてですね、私どもが関わっている船の中の何隻かは条件が整ったことでですね、比較的早い段階で追求することができたということであります。私どもは私の陣頭指揮の下ではございましたけれども、一隻一隻ですね、事細かに情勢を分析して通れる時にはその機会を逃さずですね、通るというポリシーでやってきておりましたものですから、運よくですね何隻かは通すことができたということでありまして、でこれは当然のことながらですね、個別の船の安全を確保する上では非常に幸運でありましたし、結果的にそうやって責任を果たすことがですね、報道を通じて社会の皆様に知っていただけたということがですね、当社の評価にも間接的にはつながる面があったというふうには思いますので、それについては良かったのかなというふうに考えております。以上ご回答申し上げました。はい、ご質問ありがとうございました。AI に関する取り組みですね。これはどの会社にとっても今重要なポイントということであると思いますけれども、まず本件に関しましてですね、技術デジタル本部長を務めます川中常務より回答を申し上げます。常務の川中でございます。AI に関するご質問ありがとうございます。まさに私どもの当社のですね経営計画フェーズ1の中、その期間中に生成 AI というものが登場し発達し、そして当社もですね、業務効率の観点から利用を始めて、さらにはですね船の運航ですね、船をどのように効率的に動かせばいいのかっていうのを船からですねさまざまなスピードであったり気象情報も組み合わせてですね、どのように走ればいいかっていうのをですねデータを使って、さらには一部AI の助けも借りながら効率を上げてですね、燃料消費を下げる、ひいては CO2 の排出量も削減するという取り組みをまさに加速しているところでございます。経営計画フェーズ2におきましては、この AI の利用というところはですね、当社が定める DX ビジョンの一つの核にしておりまして、現在もですね AI の活用については広く役職員従業員に展開してですね、その利用を促してさまざまな付加価値、コストの削減もありますけども付加価値を高めるですね施策を打ってまいります。さらに、AI はですね、電力を大量に消費するものですので、例えばデータセンターですね、 AI の時代には同時に発達が欠かせないデータセンターというインフラですね、これを私ども海を起点にする起点としたですねインフラ企業という目指すところの文脈で捉えますと、例えば洋上、海に浮かぶデータセンターなどをですね近い将来に導入できないかっていった研究開発並びに事業開発も並行して行っております。以上ご回答申し上げました。はい。私ども930隻に及ぶですね船舶を運航しておりますけれども、一つ一つの船がですねデータの塊みたいな存在ですので、それを生かしてですね一隻一隻をどう運航するのか、より効率を上げていく、さらには900数十隻全体のですね効率的な運用配線といったものにまでですね及ぶテーマでございますので、海運と AI の掛け合わせでですね価値をより創造していくということに一段と力を入れていきたいというふうに考えております。はい、以上補足回答申し上げました。はい、ご質問とコメントを頂戴いたしましてありがとうございました。ご質問の方につきましてはですね、私から回答を申し上げますけれども、
個々のその船舶とかいうそういう話ではなくて、ペルシャ湾岸地域のですね、一般的な情勢はどうなっているのかというご質問でございましたけれども、まずですね、4月8日のその戦闘停止といいますか、停戦以降ですね、基本的には安定した状態が続いているものの、つい最近まで部分的にですね、その米国とイランの双方によるその攻撃事案というものが散発的にはあったけれども、これも6月17日の覚書以降はですね、落ち着いているというのが体制観察でございます。で、従いまして、いわゆる市民生活自体はですね、イランはちょっとわからないんですけれども、湾岸諸国ですね、イラク、クウェート、バハレーン、それからカタール、サウジ、UAE、オマーンと、各国のですね、市民生活は比較的安定しているということを私どもは把握しております。で、問題はですね、その4月8日の停戦以前にですね、攻撃を受けましたこれら湾岸諸国のインフラストラクチャーということになるんですが、港湾に関しましてはですね、総じてですね、大きな被害を受けたところは、かなり限定的だと思っております。船舶でですね、湾内にとどまっているものもですね、実は湾内で貨物をですね運んでほしいなんていう要請もありまして、例えばクウェートから、UAE とかですね、そういう湾内の貨物輸送に従事している船もあったりします。で、一方でその石油天然ガスの製造設備に関してはですね、これは被害を受けたところはもう被害を受けたということは明らかになっておりまして、例えばそのカタールの天然ガスの施設などは比較的早い時期3月の設備の損傷は当事者からの発表もなされておりますし、これはある程度修復に時間がかかるということで、総じてですね、ホルムズ海峡の通橋が双方向におおむね正常化した以降はですね、かなりの程度資源の輸送はその再開できるそのインフラストラクチャーの状況にはあると思いますけれども、一部についてはダメージを受けると。で、なんといっても大事なのはですね、覚書にその記されているような方向性がですね、現実に定着するということですね。安定していないとホルムズ海峡がその通れたり通れなかったりみたいになるとですね、これは海運会社としては非常に困る状況になりますので、この安定してですね、通れる見通しが目処が立つと、これが最も重要なポイントではないかなというふうに考えております。以上、回答申し上げました。はい、ご質問ありがとうございます。先ほどのですね、ホルムズ海峡の件に関連してということではございますけれども、先だってですね、ホルムズ海峡を通橋した際の取り扱いに関してでございますけれども、本件は私から回答を申し上げます。通橋したホルムズ海峡を3月から5月にかけて通橋した船に関しましてですね、当時は非常に制約が大きかったわけですが、その際に当社として通行料を払ったというようなことはございません。報道の通りでございます。で、私どもは国際的な海峡がですね、その通行の自由という原則に基づいて開かれたものであるべきだというふうに考えておりまして、この原則に沿ってですね、事業を継続していきたいというふうに考えるものでございます。以上、ご回答申し上げました。はい、ご質問ありがとうございました。商船三井としてライバルはどこだというご質問でございますけれども、これは本件私から回答を申し上げます。商船三井はですね、言ってみればユニークな存在、何がユニークかと申しますと、海運業はですね、過去40年50年の中でですね、どちらかというと船の種類によって
って専門化をしていってですね、その専門的に営む会社にこう分かれていっているという歴史があります。例えばコンテナ船を見てもですね、多くの会社はコンテナにこう、特化した特に欧州系はそういうことになっているわけなんですけれども、一方で私どもはですね、コンテナもその持ち分法適用会社ではございますけれども、引き続き当社の中核事業でございますし、さまざまな船の種類をですね組み合わせたその総合海運という業態でやってきていると。で加えてですね、今回の経営計画で掲げているような、海運にとどまらないですね、より広い事業範囲を目指そうと、こういうことになっておるわけなんですが、こうなるとですね、我々と似た存在はですねだんだん減ってきておりましてですね、もちろんその、日本の海運業界という意味では他の大手2社ということは言えるとは思うんですけれども、今の立ち位置、これから将来を考えるとですね、全く似たような存在はむしろなかなか見つけられなくてですね、ユニークさにこう、磨きがかかるということかなと思います。ただそれぞれの事業においては当然その競合というのがございますので、これは日本の2社に限らずですね、幅広い競合相手がいると。特にそのフィールドとしてはよりグローバルということになりますので、日本に限らないですね競合のと競い合ってですね、私どもの目指す姿を実現していきたいということに尽きるのかなというふうに考えております。以上回答申し上げました。はい、ご質問ありがとうございます。当社のですねクルーズ事業により親しみを持っていただけるようにですね、我々も富士も桜も含めてですねより親しみを持っていただけるように我々努めていきたいと思います。で新造船はどうなんですかと、こういうご質問でございますけれども、本件につきましてはクルーズ社社長の向井執行役員グループ執行役員の方から回答を申し上げます。ご質問誠にありがとうございます。そしてご乗船いただいたこと、ご愛顧に感謝いたします。ありがとうございます。新造船についてのことと、それから現在の富士と桜についてのコメント、ご質問いただきました。富士と桜はおっしゃるようにシーボーン社から購入したものでございます。私ども日本丸、そしてその姉妹船でありました富士丸と、この日本籍の船を長く使ってお客様に日本の美しい船旅というものをご提供してまいりました。日本丸は最後のファイナルクルーズと銘打った12本のクルーズ、本当に多くのお客様にご乗船いただきまして、この私どもをここまで愛してくださっているということを一度ですねひしひしと感じた次第でございました。そして日本丸は最後の引退の日にもですね横浜港に8000人近いお客様にお越しいただいてお見送りしていただきました。この多くのお客様にご愛顧いただいたこの私どもの船、そしてクルー一同がですねお客様にご提供してまいりましたおもてなし、食事であったり寄港地の観光であったり船内でのお過ごし方であったり、このマインドをですねハード面そしてソフト面でできる限り三井オーシャン富士、そして三井オーシャン桜で実現してお客様から変わらない素晴らしいねというふうに言っていただけるように日々努力してまいりたいと思いますので、引き続きのご愛顧を賜れますようお願い申し上げたいと思います。そして新造船に関しましては、新造船については導入時期について引き続き慎重に検討しております。確実に商船三井グループに貢献できるというタイミングを持って新造船の計画というのを皆様にお届けできると思って日々努力しているところでございます。どうぞ引き続きもご乗船そしてご愛顧を賜れますよう株主の皆様どうぞよろしくお願いいたします。以上回答申し上げました。はい、私どもですね、株主様に親しみを持っていただけるような、
機会といいますか、事業としてはクルーズですとか、それから先ほど出ておりましたサンフラワーのフェリーですね、こういったものもご用意しております。他社さんのようなですね、その歴史館というようなものは、当社はないんですが、博物館としてですね、大阪の方に昨年ですかね、船知るというところを、船知るという愛称をつけたところを開設しております。これは昨年の7月ですね、大阪万博の時期にですね、近隣の施設にオープンをしました。でこれは当社のですね、事業海運を中心に、よりご理解いただきたい、親しみを持っていただきたいという、一種の企業博物館みたいなものを開設しております。で、こちらをですね、現在株主さんはじめ皆様にご覧いただきたいということでやっておりますので、よろしければですね、大阪の方にもし足を運ぶ機会ございましたら、ぜひ当社のですね、企業博物館である船知るというものもご覧いただければというふうに思います。はい、以上回答申し上げました。はい、ご質問ありがとうございます。私ども過去3年のですね、いわゆるフェーズ1の期間で、新造船を中心とするアセットの積み上げ、これを図ってきたと。でこれはここに至ってですね、世の中のインフレ傾向とかもあってですね、私どもとしてはこれら積み上げたアセットがですね、フェーズ2における収益に貢献してくれるものというふうに目論んでおるわけなんですが、一方でその積み上げ分のですね、評価についてはですね、上がるものもあれば下がるものもあるということでありまして、それの見立てについてのご質問をいただいたということでございます。本件は CFO の浜崎副社長より回答を申し上げます。はい、副社長の浜崎です。ご質問ありがとうございます。フェーズ2のですね、アセットの積み上げの中でですね、どの程度減損リスクがあるかというような質問と理解しました。フェーズ1ではですね、2兆円の投資を行いまして、そのうちですね、1.6 兆円が安定収益型資産でございます。先ほどですね、株主の方からご指摘あったように、実際ですね、我々投資を始めたのが早かったものですから、非常にですね、有利な価格でですね、投資をできております。そういうことでございまして、安定収益型資産ですね、比較的アセットを有利な価格で買えて、これから長期契約に投入するというようなところで、このようなですね、安定収益型利用については減損リスクが小さいのかなと思っています。あとの1.4 兆円ですね、それは安定収益型資産ではないんですけど、そこはですね、ある程度海運市況の影響は受けますが、今ですね、かなり海運市況ですね、上がったり下がったりあるんですけど、今のところですね、かなりいい局面があるのかなと思っています。で、実際ですね、船の種類にもよりますが、今までですね、船を作れなかったというような船の種類もございますので、そういう意味で船のですね、需給環境という意味では有利なセクターも出てくるのかなと思っています。ということで、以上ご回答を申し上げました。はい。それではですね、報告事項並びに決議事項に関する質疑はすでに尽くしたというふうに思いますので、質疑応答の方をですね、終了をさせていただきます。それでは決議事項の採決に入りたいと存じます。ご賛同いただける方は拍手をお願いいたします。ありがとうございます。それではこれより決議事項の採決に入ります。議案ごとにご賛成の株主様には拍手をお願いいたしますが、賛否のご意思を正確に確認させていただく目的で、受付でお渡ししました
議案に関する賛否の確認票にもご記入をいただき、お帰りの際、ストラップと一緒に座席に置いてご退出いただきますよう、ご協力のほどお願い申し上げます。第1号議案、剰余金の処分の件の採決をいたします。本議案にご賛成の株主様は拍手をお願いいたします。ありがとうございました。書面並びにインターネットによる賛成と合わせ、賛成過半数でございますので、第1号議案、剰余金の処分の件は、原案通り承認可決されました。第2号議案、取締役10名選任の件の採決をいたします。本議案にご賛成の株主様は、拍手をお願いいたします。ありがとうございました。書面並びにインターネットによる賛成と合わせ、賛成過半数でございますので、第2号議案、取締役10名選任の件は、原案通り承認可決されました。第3号議案、監査役2名選任の件の採決をいたします。本議案にご賛成の株主様は拍手をお願いいたします。ありがとうございました。書面並びにインターネットによる賛成と合わせ、賛成過半数でございますので、第3号議案、監査役2名選任の件は原案通り承認可決されました。第4号議案、補欠監査役1名選任の件の採決をいたします。本議案にご賛成の株主様は拍手をお願いいたします。ありがとうございました。書面並びにインターネットによる賛成と合わせ、賛成過半数でございますので、第4号議案、補欠監査役1名選任の件は原案通り承認可決されました。それでは本総会の議事はこれをもちましてすべて終了いたしましたので、本総会を閉会いたします。ありがとうございました。引き続きまして、先ほど選任された新任取締役及び監査役を紹介いたします。まず私でございますけれども、取締役社長執行委員になります田村丈太郎でございます。どうぞよろしくお願いいたします。副社長、ごめんなさい。取締役副社長執行役員、梅村久氏。梅村でございます。よろしくお願いいたします。取締役常務執行役員、園田早苗氏。園田でございます。よろしくお願いいたします。監査役、篠田俊信氏。篠田でございます。よろしくお願いいたします。以上、新任取締役及び監査役をご紹介申し上げました。それでは、これにて全内容が終了となりますが、この後、ご退場についてのご案内がありますので、そのまま今しばらくお席にてお待ちください。本日はご対応のところご出席いただきまして誠にありがとうございました。引き続きご支援のほどよろしくお願い申し上げます。